東洋の小さな宝石と呼ばれるマカオ。ここはポルトガルの遺産と中国の伝統が混ざり合う、とても不思議な魅力を持つ町です。マカオは中国南部の広東省にある海岸沿いの町です。かつてはヨーロッパの国が作った世界で最も古い植民地の一つでした。物語は15世紀末の1557年に始まります。ポルトガルの航海者がこの湾にたどり着いたことで、東西の貿易をつなぐ大切な場所となりました。当時は香料や絹、陶磁器などが集まる国際な貿易の拠点となり、同時にキリスト教を広める活動の拠点にもなりました。その影響で、ポルトガル語と中国語がどちらも使われるようになり、今でも街の看板などにポルトガル語の名残が見られます。ポルトガルの支配は16世紀から19世紀まで続きました。その時代に建てられた建物は、今も町のあちこちに残っています。例えば、聖パウロ聖堂の遺跡にある立派な石の門を見てください。ヨーロッパのバロック様式と中国の雲の模様が組み合わさった珍しいデザインです。門には竜や蓮の花が彫られており、ポルトガルの大理石と中国の職人の技が見事に調和しています。また、サント・ステファノ教会の屋根は中国の伝統な瓦でできていて、そこにはキリンや獅子の像が飾られています。これらの建物は単なる宗教施設ではなく、異なる文化が互いに影響し合った証であり、ユネスコの世界文化遺産にも登録されています。2005年にユネスコが歴史中心地区を世界遺産に認定したとき、東西の文化が交わり、独自の景色を作り出したことが高く評価されました。これにより、マカオが単なる観光地ではなく、長い時間をかけて積み上げられた深い文化を持っていることが世界に知れ渡りました。その後、古いものを守ることと街を開発することのバランスについて話し合いが始まり、政府は遺産を守るための基金を作って修復を始めました。2099年に中国へ返還された後、マカオはさらに激しく変化しました。一国二制度という仕組みで高い自治権を持ちましたが、経済はカジノ産業に大きく頼るようになりました。2015年以降、コタイストリップという新しい地区に巨大なリゾートカジノが次々と建てられ、世界最大級のギャンブルの拠点となりました。ベネチアンマカオやウィンパレス、ギャラクシーマカオといった豪華な施設が並び、毎年3000万以上の人が訪れます。その多くは中国本土からの旅行客で、観光収入の7割以上を占めています。この観光ブームで経済は潤いましたが、住民の生活には厳しい影響も出ました。住宅価格が世界トップクラスに上がり、家賃が家計の4割以上を占める世帯もたくさんあります。また、観光バスが増えたことで空気の汚れや騒音がひどくなり、歴史な地区を守る活動の妨げになっています。そこで政府は2014年に、入場料を2000マカオパタカから2200マカオパタカに上げたり、バスの台数を1日50台に制限したりして、観光客が増えすぎないように対策をしました。さらに2015年からは高級ホテルに 10% の宿泊税をかけ、そのお金を遺産を守る基金に回すことで、持続可能な観光を目指しています。文化を守りながら観光を盛り上げるため、住民が参加する取り組みも進んでいます。2013年に始まったガイド養成プログラムでは、若者に無料で講習を行い、500人以上の認定ガイドが誕生しました。これにより、観光客は遊びだけでなく、歴史を学びながら街を歩けるようになりました。また、ユネスコと一緒に導入した監視システムでは、スマホアプリを使って住民が建物の傷みやマナーの悪い観光客をすぐに報告でき、地域みんなで遺産を守る意識が高まっています。最新のデジタル技術も活用されています。2021年に聖パウロ聖堂の遺跡を3次元スキャンし、VR 体験として公開しました。これにより、世界中の人が実際に行かなくても内部を探索できます。また、AR ガイドアプリのマカオタイムトラベルを使えば、スマホ越しに今の街並みに昔の姿を重ね合わせることができ、昔のポルトガル風の家や市場の様子を視覚に楽しめます。食文化もまた、多様性の象徴です。ポルトガル料理と中国料理が合体したエビとチキンのカレーや、有名なエッグタルト、
そしてつらい肉料理のペッパーノックなどは観光客だけでなく地元の人にも愛されています。これらの味は2007年の文化保存条例に基づき伝統な作り方やレシピが記録され、次の世代へと受け継がれています。経済面ではカジノ以外の産業を育てることも急がれています。2022年の計画では医療サービスと観光を組み合わせたメディカルツーリズムを推進し、健康診断センターやリハビリ施設を誘致しています。また、会議やイベントなどのマイス産業を広げるため、2023年に大型コンベンションセンターが完成し、国際会議の開催地としての力を強めています。これにより、カジノへの依存度を8割から6割へと徐々に下げようとしています。環境保護の面では、コロアネ島や青州にある自然保護区が、自然を楽しむエコツーリズムの拠点として注目されています。2026年から始まる計画では、散歩道を整備し、歴史な建物とセットにしたツアーを企画しています。これにより、観光客が街全体に分散し、特定の場所への集中による負担を減らすことが期待されています。マカオの未来に欠かせないのが、ポルトガルとの交流です。2014年のプロジェクトでは、リスボン市と協力して2015年にセナド広場の石畳を直しました。また、学校でポルトガル語の教育を強め、2010年代にはマカオ史という科目を取り入れ、学生が歴史背景を学ぶ機会を作りました。こうした交流は、単なる観光のためではなく、住民が自分たちのアイデンティティを形作る助けになっています。持続可能な発展と保存を両立させるための提案は5つあります。1つ目は、観光客の質を高めることです。低予算の団体客よりも、会議やイベントで来る高所得者を優先し、効率に収入を上げます。2つ目は、デジタル保存です。3次元スキャンや VR を広め、建物への負担を減らしながら価値を伝えます。3つ目は、地域主導のモデルです。住民がガイドや工芸品の販売に関わり、利益が直接地域に届く仕組みを作ります。4つ目は、税金の再配分です。カジノ税や宿泊税を固定に保存基金に入れ、長期な修理資金を確保します。5つ目は、国際協力です。ユネスコやポルトガル政府と連携し、技術や資金の支援を受けて遺産を維持します。マカオは東洋のラスベガスとも呼ばれますが、実際には過去と未来が交差する舞台です。歴史な石畳を歩き、カジノの輝きとポルトガルの香りに包まれる体験は、きっと心に深く刻まれるはずです。しかし、物語はここで終わりではありません。華やかな光の裏には、数世紀にわたる権力争いや宗教な葛藤、そして生き抜こうとした人々の知恵が隠れています。16世紀半ば、ポルトガルは大航海時代の主役としてアジアへの道を探していました。彼らがマカオに住み始めたのは偶然ではなく、当時の中国の明朝が外国との貿易を厳しく制限していたため、その隙間を縫って日本と中国を結ぶ中継地点にしようという戦略な計画があったからです。特に重要だったのが南蛮貿易です。ポルトガル人は中国の生糸を日本に運び、代わりに日本の銀を中国へ持ち帰るという、とても儲かる三角貿易を確立しました。この莫大な富が、今のマカオにある豪華な教会や広場を建てる資金となりました。しかし、この繁栄は不安定でした。アカリの皇帝による貿易禁止や、日本の鎖国など、外の世界の変化に翻弄された時代もありました。宗教面でも、マカオは東洋と西洋の精神がぶつかり、混ざり合う実験場でした。イエズス会の宣教師たちは、マカオを拠点に中国へ入ろうとしました。その代表なマッテオ・リッチは、儒教を研究し、中国の知識人に受け入れられるための作戦を練りました。彼らが伝えた天文学や数学、地図の作り方は当時の中国社会に衝撃を与え、西洋科学への扉を開きました。聖パウロ聖堂の彫刻に、聖人だけでなく龍や漢字が刻まれているのは、異なる2つの世界観を一つにまとめようとした切実な努力の証なのです。また、社会構造を見ると、マカエンセと呼ばれる混血文化という珍しい現象があります。
ポルトガル人男性と中国人女性の間に生まれた人々は、マカオパトワという独自の言葉を話し、食事や生活習慣でも両方のいいところを合わせた形を作り上げました。彼らは行政や貿易の実務を担い、ポルトガル側と中国側の橋渡し役となりました。この多文化の共生こそが、マカオが他の植民地とは違う、寛容で柔軟な気風を持つ最大の理由と言えるでしょう。19世紀になると、マカオは再び大きな転換期を迎えます。イギリスが香港を手に入れ、貿易の中心が香港に移ったことで、マカオは相対に衰退しました。しかし、この停滞した時期があったからこそ、結果としてマカオの伝統な街並みが壊されずに保存されることになったのです。近代化した香港とは対照に、マカオでは時間がゆっくりと流れていました。迷路のような路地や古い家々がそのまま残され、それが後にユネスコ世界遺産となる歴史地区の美しい風景となりました。20世紀の半ばから後半にかけて、マカオは娯楽の街としての個性を築き始めます。もともと中国大陸ではギャンブルが禁止されていたため、国境に近いこの町は自然とギャンブルの聖地となりました。最初は地元の有力者が運営する小さなサロン形式のカジノから始まり、次第に組織化され、巨大な産業へと成長していったのです。特に1999年の主権移譲後、独占有体制が崩れてアメリカの資本が入ったことで、コタイストリップという人工島の上に超巨大なリゾート地帯が誕生しました。コタイストリップの開発は、単なる建物の建設ではなく、都市の考え方そのものを変える挑戦でした。海を埋め立てて作られたこの場所には、ベネツィアの運河を再現したホテルや、パリのエッフェル塔を模したタワーが並んでいます。これは、一つの場所で世界旅行をした気分を味わえるという、究極の消費空間です。しかし、その華やかな見た目の裏では、地価の急上昇で地元の人々が町を離れたり、サービス業に頼りすぎるという社会な歪みも生まれていました。ここで、マカオが抱えるアイデンティティの危機について考えてみましょう。世界なカジノ都市として有名になった一方で、若者たちは自分たちは何者なのかという問いに直面しています。中国への回帰という政治な現実、ポルトガル文化への憧れ、そして世界な資本主義の波、これらが複雑に混ざり合う中で、彼らは新しいマカオの姿を探しています。最近では、古い路地裏に若手アーティストがアトリエを構え、伝統な建物を現代なギャラリーに変えるアーバンリバイバルの動きが活発です。これは単なる観光のための保存ではなく、歴史を今の時代の文化として捉え直そうとする世代交代の表れと言えます。また、マカオの地理な特徴が文化に与えた影響も重要です。小さな半島と島々でできたこの町は、常に変化し続けてきました。漁村から貿易港へ、そしてカジノ都市へ、住民たちは適応することを最大の生き残り戦略としてきました。例えば、ポルトガルの法律と中国の伝統な慣習が共存していた時期があり、それが今のマカオらしい柔軟なビジネスのやり方に影響を与えています。教育における2つの言語の葛藤と調和についても触れておきましょう。日常では広東語が使われ、公な場では中国語が統合を促す一方で、ポルトガル語は特別な地位と文化な象徴を持ち続けています。学校でポルトガル語を学ぶことは、単なる勉強ではなく、ヨーロッパの考え方や価値観に触れる権利を得ることを意味していました。現在、ポルトガル語を話せる若者が減っているという課題がありますが、政府はポルトガル語圏諸国との経済連携を強め、マカオを中国とポルトガル語圏を結ぶプラットフォームとして再定義しようとしています。このような方向転換は、経済なリスクを避けるためであると同時に、文化に生き残るための戦略でもあります。カジノという一つの産業だけに頼る危うさを知り、文化、教育、医療、国際外交という多角な方法で町の価値を高める。これは、かつて中継貿易で栄えたマカオが、現代において情報の仲介者や文化の翻訳者として生まれ変わろうとする試みなのです。具体に注目されるのが、マイクロツーリズムの導入です。大人数の団体客向けから個人の興味に基づいた深い探索へと切り替わっています。
古い薬局や伝統な茶館を巡るルートや、ポルトガル風のタイルであるアズレージョの文様を研究するワークショップなどが人気です。これにより、観光客は単に消費するだけでなく、街が持つ精神な深みに触れることができます。さらに、環境への負担を減らすグリーンマカオ構想も進んでいます。密集した都市開発に対し、屋上庭園の整備や電気バスの完全導入、海辺の遊歩道の再整備を通じて、人間中心の設計に戻ろうとしています。特にコロアネ島の自然保護区では、珍しい鳥の保護とともに、静寂を楽しむスローツーリズムが推奨されており、騒がしいカジノ街とは対照な癒しの空間として再発見されています。最後に、マカオという場所が教えてくれるのは、境界線に立つことの強さです。東と西、古いものと新しいもの、聖なるものと俗なるもの、正反対の要素がぶつかり合いながらも、最終には一つの調和に向かう。そのダイナミズムこそがマカオの本当の魅力であり、世界遺産としての価値の核心です。私たちはマカオを単なるギャンブルの街ではなく、異なる文化がいかに共存し、違いを認め合いながら新しい価値を作れるかという、壮大な社会実験の場として捉えるべきです。石畳の一枚一枚に、古い教会の壁の一枚一枚に、名もなき人々が紡いできた共生の歴史が刻まれています。この街を訪れる人は、ぜひ地図を捨てて迷路のような路地に入り込んでほしいと思います。そこで出会う小さな店、ふと聞こえてくるパトワの響き、そして夕暮れ時に聖パウロ聖堂を照らす黄金色の光、それらすべてが、マカオという多層な物語の一部なのです。過去を尊重しつつ、未来への不安を創造なエネルギーに変えて突き進むこの小さな都市は、これからも世界を驚かせ続けることでしょう。その先にある新たなショーとして、まずマカオがいかにして東アジアとヨーロッパの橋渡し役となったかを掘り下げます。16世紀半ば、ポルトガル人の航海者が玉江三角州に足跡を残した時、彼らは単なる貿易拠点以上のものを求めていました。マカオは当時まだ漁村でしたが、自然の港としての恵みがあり、深い湾岸線が大きな帆船の停泊に適していたため、すぐに東方の門と呼ばれるようになりました。当初の取引品は銀と香辛料、そして中国本土からの茶葉や絹でした。ポルトガル人はこれらをヨーロッパへ輸出する際、マカオを中継点にし、同時に日本との間でも銀の流通を仲介しました。この時代、マカオは海上のシルクロードともいえるネットワークの中心にあり、ヨーロッパの金貨と中国の絹が交差する場所となったのです。特に、清ローマ教会の司祭たちが、ヨーロッパから持ち込んだ天文学書や地図帳を現地の学者に貸し出し、知識の交流を促した点は重要です。これにより、マカオは単なるものの集積地ではなく、文化な情報交換所としての側面を強めました。17世紀になると、オランダやイギリスの商船が次々と侵入し、競争が激しくなりました。しかし、ポルトガルは独自の免税港制度を導入し、税金を大幅に下げることで他国の船を引き寄せました。この政策は、マカオが自由貿易の象徴となる基礎となり、後のカジノ産業にあるリスクと報酬という考え方にも通じています。当時の記録によれば、港には1年に数千隻の船が行き交い、乗組員は多様な言語と宗教を持っていました。街角の酒場ではポルトガル語、広東語、スペイン語、さらにはペルシャ語までが飛び交っていたと伝えられています。18世紀後半、清王朝が貿易を厳しく管理し始めたことで、マカオは再び重要な役割を担います。清政府は公衆住産業の一部としてマカオを認め、密貿易の許可証を出しました。この期間、マカオは合法な茶葉取引だけでなく、違法なアヘンの取引拠点ともなり、欧米列強との摩擦を生む原因となりました。アヘン戦争の後、マカオはイギリスの影響下には入りませんでしたが、清政府とポルトガル政府の微妙なバランスが保たれた結果、独自の自治権が徐々に確立されていきました。19世紀に入ると、教育と医療の分野でも先駆な取り組みが始まりました。1849年に設立された聖母学院は、
女子教育を推進する最初の機関として知られ、ポルトガル語と漢字の二重教育を行いました。ここから中国本土の近代化運動に参加した女性指導者が多く輩出され、マカオは女性解放の実験場として評価されることになります。また、同時期にできた聖ヨハネ病院は、西洋医学と中医学の融合診療を試し、熱帯病の治療でがきな成果を上げました。これらの施設は、今のマカオが多文化共存を実践する土壌を作った重要な遺産です。20世紀前半、第二次世界大戦の影響はマカオにも及びました。日本軍が広東省全域を占領しましたが、マカオは中立地域として一定の自治を保ちました。その結果、難民が大量に流入し、人口が急増しました。避難民の中には上海や南京から逃れてきた知識人や芸術家が多く、彼らはマカオのカフェや劇場で新しい演劇や映画を作りました。特に1938年に開館したカジノシアターは、当時の映画技術を取り入れたサイレント映画の上映と、ポルトガル語の舞台劇を同時に行うハイブリッドな空間として話題になり、戦時中の精神な支えとなりました。戦後、マカオは再び経済な低迷に直面しますが、1960年代に入ると観光資源としての価値が見直され始めました。特に、古い石畳の路地裏に残されたポルトガル式タイルの美しさが国内外のデザイナーに注目され、1970年代にはタイル保存プロジェクトが立ち上がりました。このプロジェクトは、職人の手作業で再現されたアズレージョを現代建築の外壁に組み込むという斬新な試みで、ユネスコの世界遺産登録に向けた重要なステップとなりました。1999年の試験以上は、マカオ史上最大の転換点でした。中国政府は一国二制度の原則の下、マカオに高度な自治権を保障し、同時に経済の多様化を促す政策を出しました。その結果、2000年代初頭にカジノコンベンションセンターが完成し、アジア最大級の会議施設として国際なビジネスイベントが開かれるようになりました。さらに、2005年に開始された固体ストリップ開発は、人工島と埋め立て地を結合させた大規模リゾート計画で、テーマパーク、ショッピングモール、豪華ホテルが立ち並ぶこととなりました。マカオは、カジノや高層ホテルが立ち並ぶ、東洋のラスベガス、として知られています。しかし、この急速な発展の裏で、環境への影響も無視できません。埋め立て地の拡大によって、海岸線が削られ、サンゴ礁が傷んでいます。そんな問題に立ち向かうため、地元の団体が、ブルー、マカオ、という活動を始めました。具体には、潮の力を使った発電装置の設置や、マングローブの植樹が進められています。また、2020年代に入ってから、マカオ政府は、スマートシティという計画を打ち出しました。AIoT という技術を使って、交通の流れを整えたり、エネルギーを無駄なく使ったりしています。これにより、観光客はより快適に過ごせるようになり、同時に二酸化炭素の排出量も減らすことが目指されています。マカオは、楽しさと持続可能性を両立させる、新しい都市のモデルを目指しているのです。文化の面でも、マカオは新しい取り組みを始めています。例えば、マカオインターナショナルフェスティバル・オブ・ライトというイベントでは、歴史な建物が光のアートで彩られます。特に、聖ポール天主堂跡の壁に映し出される光のショーは、過去と未来が混じり合うような体験を提供します。また、マカオデザインラボでは、若いクリエイターたちが伝統なタイルの模様を最新の技術で再現し、ファッションやインテリアに生かすプロジェクトを進めています。こうした活動は、単に観光客を楽しませるだけでなく、地元の人々が自分の文化を再発見し、新しい形で表現する場ともなっています。食文化でも、マカオは独自の進化を遂げています。ポルトガル料理と広東料理が融合して生まれた、マカオ風エッグタルトやアフリカンチキンは、今や世界中で愛されています。最近では、フユージョン、ミシュラン、
と呼ばれるレストランも登場し、地元の海の幸とポルトガルのワインを組み合わせたコース料理が評判を呼んでいます。マカオはまさに味覚の交差点として新しい価値を生み出しているのです。教育の分野でも新しい動きがあります。大学のキャンパスがマカオグローバルイノベーションハブとして生まれ変わり、 AI やブロックチェーンといった最新技術の研究が進められています。特に金融の分野では、カジノの収益を透明にするためのブロックチェーンプラットフォームが作られ、世界から注目を集めています。これによりマカオはギャンブルだけに頼らないハイテク産業への転換を進めているのです。将来にはマカオドゥアルカルチャーパークという公園の建設が計画されています。ここはポルトガル時代の農業技術と現代の持続可能な農業を組み合わせた実験農園です。訪れる人は自分の手で作物を収穫しながら食と環境の関係について学ぶことができます。またマカオウォーターフロントシティというプロジェクトでは、海の上に住宅や商業施設文化施設を作る計画が進んでいます。これらの取り組みはマカオが海と陸伝統と未来を同時に抱える境界を越える都市としての姿を形作っていくものです。マカオが抱えるアイデンティティの課題は、過去の遺産を守るだけでは解決しません。若者たちが自らの手で歴史を再構築し、世界な視点と地元の感性を融合させることが大切です。そのために地域コミュニティが主体となるストリートアートマラソンや住民参加型の歴史再興ワークショップが各地で開催されています。こうした草の根の活動がマカオの多層な物語を次世代へと伝えていく鍵となるでしょう。マカオは過去と未来が交錯する舞台であり、そこに生きる人々が共に作り上げる生きた遺産の象徴です。2025年から本格化するマカオサステナブルイノベーションセンターという計画もあります。ここは海洋再生エネルギーと都市型農業技術を融合させた実験の場です。潮流発電装置の大型化実験や垂直農法による高密度食料生産ラインの構築が目指されています。特に漁業資源の回復を目とした藻類バイオ燃料プロジェクトでは、地元大学の研究チームと連携し、海面に浮かぶ培養プラットフォームを設置して二酸化炭素吸収量の評価を言っています。この取り組みは国際な気候変動の枠組みでも注目されており、将来にはアジア太平洋地域全体への波及が期待されています。文化遺産のデジタル保存も新たな段階に入っています。2026年に始まったマカオデジタルアーカイブ計画では、歴史建造物や街路を3次元レーザースキャンで記録し、仮想現実空間に再現する作業が進められています。これにより、遠く離れた学者や観光客がヘッドセットを通じて聖ポール天主堂跡や大密度萌えパイボーを時間を遡って体験できるようになります。また、災害時の復元シミュレーションにも活用できる基盤が整備されています。さらに、若手プログラマーが参加するハッカソンが年2回開催され、ブロックチェーン技術を使った所有権証明やノンファンジブルトークンとしての文化財データ販売が試みられています。これにより、地域経済の新たな収益源としての可能性が探られています。教育分野でも、マカオ独自のクロスカルチャー、スタディーズというカリキュラムが大学間で共有されています。ポルトガル語と広東語のバイリンガル教育が強化され、学生は歴史資料の分析や現代デザインとの統合プロジェクトを通じて伝統と革新の対話を実践に学んでいます。2027年度からはマカオグローバルシティズンシッププログラムが導入されます。海外からの留学生が地域コミュニティと共同で環境保全活動や文化イベントを企画運営することで相互理解と社会参画が促進されます。観光戦略においてはマカオ、ナイト、
エコツアーが新たな柱として位置づけられています。このツアーでは、夜間にライトアップされた歴史地区を歩きながら、音声ガイドと AR 映像で過去の出来事を立体に再現します。訪れる人は、時間旅行をしているかのような感覚を味わうことができます。また、沿岸部では、海上星空シアターという浮遊式映画館が建設中です。海面に投影される星座映像とともに、古代航海者の物語が語られます。こうした演出は、楽しさと学びを同時に提供することで、観光客の滞在時間を延ばし、リピーターを増やす効果が期待されています。地域住民の声を政策に反映させる仕組みとして、マカオパーティシパトリープランニング制度が拡充されています。各区の住民委員会は、都市開発の段階ごとにオンライン投票や意見募集を実施し、具体な建設計画や公共サービスの優先順位を直接決定します。この民主なプロセスは、過去のトップダウン型開発に対する反省から生まれたものです。住民の所有感と責任感を高める効果が確認されており、マカオは単なる観光地を超えて、持続可能な都市モデルとして世界に示すことができるでしょう。